放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第81話、漆黒のマハタ、降臨。漆黒の仮面で顔を覆い、鎖の短剣を腰に吊るした女マハタ。カルミア、咲くほどよりも、はるかに戦線へ近い場所、崩れた砦の影に身を潜めながら、彼女は静かに戦局を見渡していた。空気は重く、戦火の匂いが鼻をつく。遠くから聞こえる剣撃の音が、心臓の鼓動のように響いた。今回のもダメ崩れないわね。普通なら、3度は折れているはずなのに、仮面の奥の瞳が、わずかに揺れる。鋭い視線が、敵陣を貫く。王国軍の陣形、補給の流れ、前線の息遣い、そしてその奥で、ごく小さく輝く異質な点。まるで闇に浮かぶ一点の星のように、ガルミラの注意を置く。どこかに相違点が、戦線を何度でも立て直す。ほんの少しだけずらすような何か。ガルミラは、指先で空をなぞる。まるで糸を操るように、戦局の流れを追う。やっぱり、さっき見たあの子ね。それ以外は考えられない。理由はまだわからない。方法もつかめない。だが、確かに感じる。肌が泡立つような予感。進化という言葉に、まだ届かない形でそこに、戦局を傾ける何かが存在している。ガルミラの胸に、好奇心が薄く、放っておけば、こちらが削られるだけ。壊すのは簡単でも、ガルミラの口元がゆっくりと笑みに歪む。仮面の下で唇が声がき、危険な魅力が影のように滲んだ。知りたいわ。どうやって勝ち筋を作っているのか。鎖の短剣を指先で軽く吹く。甲高い音が夜の闇に溶け消えた。残るのは静かな緊張だけ。リオナス北部防衛拠点のすぐ外。前列交代。負傷者を後ろへ。イーナの声が響き、治療班と交代要員が整然と走る。土煙が舞い、傷ついた兵士たちの喘ぎ声が混じる。戦場は生々しく、命の瀬戸際だ。セレスは魔法陣を重ね、押し寄せる魔族の足をなまらせていた。青白い光が地面を這い、敵の進撃をわずかに遅らせる。汗が額を伝うが、彼女の集中は揺るがない。そして少し後方、ユーマは、汗を拭う糸間もなく武器に手をかざしていた。指先から溢れる力が、金属に新たない武器を吹き込む。次は、こいつを前列の取ったハーネ。渡された兵士の顔に、わずかな希望が宿る。目が輝き、握る手が強くなる。あの絶望的な戦況が、少しずつ変わり始めている。まだ押されてる。けど繋がってる。前進する中央の勇者たち。それを支える北部の補給線。すべてが噛み合い始めている感触。まるで巨大な歯車が、ゆっくりと回り始めるように、ユーマの心に、かすかな紅葉が広がる。その瞬間だった。風が、切り裂かれる。空気がビリリと震え、何かが迫る気配。下がって、セレスの声が先に動いた。鋭い叫びが戦場の幻想を切り裂く。空間の歪みを察知したかのように、イーナが即座にユーマの腕を引いた。次の瞬間、ズーン、ユーマのすぐ足元へ、鎖の短剣が、音もなく突く刺さった。土が静かに裂け、歯が深く食い込む。金と透明な金属音が跳ね、澄んだ響きが、周囲の空気を凍らせた。誰よりも早く、その前に立ったのはリーナだった。短剣を握る手がわずかに震える。誰？枯れ木の陰から、女が歩み出る。足音をとつなぐ。闇から現れる幻のように、顔面、黒を、余計なやつのかけらもないだが、逃げ場を奪う存在感。まるで周囲の空気が、彼女に吹き寄せられたかのように、
まして、遠くからじゃ物足りなくてね、近くでじっくり見たくなったの。バルミラはまるで散歩の途中のように近づき、穏やかな声で言った。セレスが息を飲む。まさか魔王軍の四大マハタ。バルミラ、戦場のようにしては派手じゃないのね、あなたたち。だがその目は獲物を値踏みする獣の輝き。言いなが探検を構える。セレスが栄翔に入る。ユーマは喉が勝手になるのを感じた。乾いた唾を飲み込み、背筋に冷たい汗が伝う。まずいただものじゃない。次の瞬間、鎖が走った。鞭のようにしなり、空気を切り裂く音が耳を打つ。金色の奇跡がユーマめがけて迫る。ユーマはとっさに踏み込んだ。手のひらに宿る光、踏まれる太振り。来光の剣が手の中で目覚めた。青白い稲妻がパチパチと火花を散らす。葉を包む閃光が吹け、迫る鎖と激突。バリー、空気が裂け、雷鳴が響く。バルミラの鎖が跳ね返され、地面がえぐれて粉砕された。雷、仮面の奥で彼女の瞳が細くなる。ユーマはわずかに息を吐き、さらに踏み込むと一閃、雷光が血を裂き、鎖の軌道をまとめて立つ。稲妻が逆流し、バルミラの指先がぷくりと跳ねた。振り抜くたび電撃が連鎖する。バルミラは興味深げに舌打ちした。やっぱりね、ただの補給係じゃない。鎖が絡みつく。しかしその瞬間、ユーマの身体がふっと消えたように見えた。瞬電加速、バルミラの背後へ回り込む。歯がひらめく。火花が散る直前でユーマの左腕につららの盾が展開されていた。バルミラの鎖が叩くつけられるたび、盾の表面に鋭いつららが生まれ、逆に彼女へ跳ね返る。氷のトゲがバルミラの方をかすめ、後筋だけ仮面の下へ血が落ちた。静寂、風が止まる。へえと口元がわずかに緩む。だが次の一撃は先ほどよりはるかに速かった。鎖が影のように加速し、視界を埋め尽くす。ユーマ、イーナの声。鎖が円を描き、ユーマの足元を刈り取ろうと迫る。間に合わない。地面へ盾を叩きつける。つららの盾の第4特性が起動。大地全体へ白い線が広がり、瞬時に氷結結界が展開された。バルミラの鎖が凍りつく。霜が這い、動きを封じ込める。宙で止まった鎖を見て、彼女は小さく息を漏らした。本当に面白いわね。好奇心がますます膨らむ。次の瞬間、氷が粉砕された。破片が飛び散り、キラキラと光を反射する。ユーマの背筋が凍る。力で割ったバルミラの足取りは変わらない。速度も無理も見せない。それでも一歩進まれるたび、体が勝手に後退してしまうはず。優雅な足取りで近づき、まるで散歩の延長のように、彼女は鎖を軽く振り回しながら言った。かわいい抵抗ね。けどまだまだ。もういいわ。確認できたし、あなた前に出る側だけじゃない。鎖が喉元まで届く位置で止まる。でもここが折れたら前線は全部崩れる。冷たい声。そして次に紡がれた言葉は淡々として残酷だった。壊すなら最
書には